Meshtabi Season 5 Konkai no Meshtabi wa Maji de Mata Tabatai Hokkaido Kospa Saikyo Yakiniku 8 des それでは早速 Let's get it started. 1 Shinkatoni Boka En 新琴には西の屯田通り沿いにあります牧歌園さん。こちらは回転寿司の名古屋家庭さん系列の焼肉屋さんだったんだね。ねえ、知りませんでした。札幌市内にはあと系列焼肉店が3店舗あるそうですが、そちらはなぜにか牧前さんという名前のようなんです。なんでここだけ牧歌園さんなのかは僕は全然わかりませんけどね。満腹ランチは普段自分ではチョイスしないようなお店おすすめの肉がたっぷりと盛り合わさっているので新発見があっていいね。ああ、ここの満腹ランチは1人前で2人でちょうどいいぐらいのボリュームありますね。ジュージューカルビ、豚カルビ、鶏カルビ、ご飯、味噌汁、漬物、サラダもついてる。しかも普段食べない部位も美味しくって。ああ、デジカルビもタッカルビもうまいね。これで1408円は安い。タスカルビ、摂取がなければ1280円だからね。食べ物から摂取すんな。そうだそうだ。ところで何？タッカルビは知ってるけどデジカルビってめっちゃ美味しくなさそうなんだけどねえ、これ豚カルビって意味なんだけど、うまいでしょ。デジタルのデジじゃないからね。韓国でも好んでデジカルビ食べてました。そもそも豚バラ大好きだもんね。はい、もみだれが絶妙な味付けで美味しいですね。ジンギスカンはちょっと残念かな。スーパーで売ってる生ラムと同じっぽい感じ。自分たちで外でやるジンギスカンと同じ感じだ。量はたっぷりなのはグッド。ランチはドリンクまでついてるってのも嬉しいし、焼肉屋独特の匂いもほとんど衣服につかないのがポイント高いわ、私的に。あ、確かに排煙設備完璧ね。2 Shiro Ishii Sankate 白石にあります。隣にセブンイレブンもあって立地最高の三家庭さん。はあ、それはいい。軸足ずらさずにピボットで食後のコーヒーまでいただけちゃいます。ここんち日村パイセン来てたみたいよ。せっかくグルメかな。そうそう、アナログ百名店にも選ばれてるのよ。鼻が詰まっちゃったよ。させん。あらま、そりゃ期待が高まり夏木まり変みまりどうしても焼肉って夜は高くなっちゃうけど、ランチメニューは各店安くやってくれてて嬉しい。夜だと1人2000円ぐらいはかかっちゃうもんね。でしょ。カップルからマダムにリーマンズと幅広い客層に人気ですね。はい、店員さんがおすすめですと教えてくれたこれ、ヤムニョム焼肉ランチをいただきます。こちらロースとホルモンの2種盛り、ロースだけにもできるらしいっすよ。いやそれなら西森がいいな。そうでしょ。値段があまりに安いからさ、正直あまり期待してなかったんだよね。したっけ？したっけ？ちゃんとしてんじゃん。ない。ホルモンも臭みないし、ロースも柔らかくってもみだれも甘さ控えめ、くどくもないからツルツルいけちゃう。お上品な味わいでした。いや麺類じゃねえし。3 Obi Hero Heiwa En こちらは平和園さん帯広本店ですね。札幌のランズ店が安馬だったので本店に来てみたくって、はーるばる北で帯広じゃじゃんじゃじゃん。めっちゃ外観からレトロな昭和感がたまりませんね。夕刻の空と相まってなんともオールウェイズな感じ。レトロな感じがいいですね。だけど注文は QR でって時代ね。時代ですな。まるで SF 映画の世界だね。でもね、まだガラケーの時代にね、携帯でオーダーするっていうシステムを作ったことあるんだよね。20年以上前だったかな。進んでる。でもさ、ダメさ。おいちゃんの店に導入したんだけど、バーだったもんだから酔っ払ってきたらもうめんどくさくって飲みすぎるからでしょ。それもあるけど、運営する分には便利だったけどね、やっぱ客としては煩わしかった。まあガラケー時代だったからね、俺。それが今じゃ当たり前になっちゃったね。だ
こういう焼肉屋さんが近所にあったらいいな。安くて気軽に来れるもんね。ねえ、隣の兄さんの贅沢な注文具合すんごかったよ。あ、やばかった。サガリと牛タン2人前ずつ。一人でビールも美味しそうに飲まはるし。ねえ、羨ましいぜ。安馬満足腹パン。この摂取増税大好き世知辛いジャパンで民間企業の嬉しすぎる安馬焼肉ランチ。ありがとうです。ありがとうです。4. Kuku Suimoto Machi Niku no Kapo Tamula。 菊水元町にあります田村さん。本店が美幌にあるんだね。こんにちは。ちょっと高級感漂ってますが、ランチならお安くいただけちゃうのかな。はい、ランチメニューが豊富でワクワク。焼肉セットに丼系、すき焼きランチにハンバーグ。どれも気になりすぎる。そんなにいろいろあんだ。すき焼きまで。はい、お一人様様があるので日本語でお願いします。フランス語はやめてください。わかんない。日本語です。もといお一人様席があるので、自分のタイミングでゆっくり食べれるのもいいですわ。おお、一人焼肉、それも時代ですね。いや、カツカレー食ってる場合じゃなかったね。一緒に来ていろいろ食べてみりゃよかった。はい、タレ付け焼肉セット、牛サガリと豚カルビでございます。玉ねぎに串刺さっとるよ。バーベキュースタイルなの？そうそう、これありがたいよね。網から落ちなくていいし、お肉はタレ漬けといってもちょうどいい浸かり具合で、ポイント細川隆。肉も厚めカットでいいっすね。柔らかくって美味しかった。量的にわんぱくさんにはちょっと物足りないかなと思うけど、腹8分目ぐらいがちょうどいいんでないかい。わんぱくさんはいつも物足りないのさ。食べ過ぎちゃうと午後から眠くなっちゃうぞ。そうそう、思考停止しちゃう。あれってなんで？いや、わかんないけど、食後は寝るに限るだよ。くっちゃねはデブへ一直線だよ。いや、そう言われてるけど、一般的に動物学的にそれでいいんだってさ。特に科学的根拠はないそうだよ。くっちゃねは体に悪いっての。そうなの？ああ。じゃあ寝よう。5. Tokuchigawa Onsen Daihagen。 なんと北海道屈指の人気温泉街、十勝川温泉の老舗ホテル。1956年創業という歴史あるお風呂をいただいちゃいましょうってことで、帯広市街地から20分で来れちゃうっていうのがいいわね。さすがに歴史を感じる建物ですが、サウナはリニューアルされてて気持ちいいかったです。水風呂が14度とカチンコチン。露天風呂も開放感があって気持ちいい。北海道の冬は寒いのと雪かきは苦手だけれども、雪見露天風呂は最高なんだよね。そうね、どんな景色の露天風呂より雪見露天風呂が好きだな。ねえ、ここも気持ちいい露天風呂だ。また宇宙も広いのがいいね。さすが温泉版の大浴場。そういえば大阪のおばちゃんにサウナで会ってね。旅行で来てる人？そうそう、水風呂がさ14度ですげえカッチンコッチンになるじゃん、でおばちゃんがね、水風呂入られましたって聞いてきたの。でもはい入りましたって言ったら、いやー偉いわーって言われて、もう痛すぎてもう無理ってなったわ言うて、1秒しか持たんつって帰ってった。女性にはきついかもね。でもね、有馬のスーパー銭湯もええよって教えてくれたよ。おばちゃんありがとう。いいね、楽しみだ。有馬温泉は行ったことは有馬温泉からね。6. Takachi Shimizu Yulaku Cho。 なんとこちらが本家ということで、びっくり仰天の有楽町さん。そうなんですよね。帯広から富良野に向かう途中、寄れる店はないかなと思って探していたら、あれ、有楽町が清水にもあるぞってことで、すかさず山頂。帯広の有楽町さんは大好物なんでね。はい。なんとこちらは70年の歴史があるそうで、お孫さんの代なのかな。帯広はおばあちゃんの知り合いに任せたお店なんですとおっしゃっておりましたね。のれん分けしたってことなんかしらね。帯広だって60年近く経ってるはずだからね。偶然見つけた本家、ラッキーでしたね。なんとこちらではジンギスカンとホルモンを混ぜて味噌仕込みに煮込んだホルジンっていうのがメイン。ジンギスカンもホルモンも同じ鍋で煮込むスタイル。これが元祖のスタイル
ってわけなのかな。帯広の有楽町はあえて別鍋に分けたってことなのでしょうか。ねえ、これはこれでまたオツでございますね。やっぱこのホルモンうまいわ。もんじゃチックに煮詰めて食べるのが最高よね。うどんも美味しいけどご飯ってのも合うよね、絶対。間違いない。仁義はやっぱり別鍋で焼き目をつけて焼いた方がおいちゃんは好きだけれども、洗うのは大変だもんね。仁義とホルモン両方鍋いっちゃったらさ。もうまたすぐやる側で考えんだから。おっといけねえ。黄門様天草黄門でございます。帯広はいつも行列だからこっち狙い目かもね。だ。 7. Today's Katsu Curry. Kita Juichi Jo Nishi 14. Yakiniku Torio Lee Silk Load. 私立病院前の大人気焼肉店。ランチ時は駐車場超満員。結構大きい店なんだけど、ホワイトカラーのランチタイムでいつも大盛況でございますね。はい、よく通る道沿いでずーっと30年ぐらい気になってたんですが、なかなか立ち寄る機会に恵まれませんでね、やっと初体験。言うても焼肉じゃありませんがね。なんで？だってカツカレーだから。ちゃんと手仕込みのカレーは濃厚で欧風ビーフって感じかな。立派なとんかつも乗っかっててボリュームたっぷりです。サラダもスープもついててアンダー1000円は超満腹大満足じゃないでしょうか。ちょっと濃ゆそうなカレーね。濃いっすね。恋はいつでも。これはキャンディーズで言えばランちゃんカレーといったところでしょうか。と言いますと、ランちゃん一番人気じゃない？水谷豊の奥さんでしょ。そうさ、結構みんなが好き系濃いめの甘め。おいちゃんはミキ派だったんだけど。あら、石破さんと気が合うんじゃない？なんだって？石破首相もキャンディーズはミキ推しって前なんかで言ってたよ。なーにま、彼は言うことがコロコロ変わるから。ところがですよ、辺りを見渡すとほとんどのお客さんがラーメン食べててね、ここ焼肉屋だよって思ったの。ああ、多分それ木曜日だからでしょ。木曜限定の牛骨ラーメンが人気なんだよね。そうなの、すごい美味しそうだと思ってね、店のお兄ちゃんに聞いてみたら、めちゃめちゃ美味しい顔で美味しいんですよって言ってくれたんで、今度食べに行こうっと。あ、山芋キムチも大人気。山芋キムチ？山芋キムチ。うまそう。 8. Kita Mi. Yakiniku no Tatsumi. すごいですね。びっくりしましたね。異常とも言えるコストパフォーマンスでした。北見すんげ。知られざる北見情報に感謝です。タレコミいただいた視聴者さん、ありがとう。ごちそうさまでした。さすがは焼肉の街ね。見てこのホルモン。安い、うまい、早くできない量が多すぎちゃって、思わず2人前かと思っちゃいましたね、これ。思わず店員さんに聞いちゃったんですよ。これって1人前しか頼んでないんですけどって。はいはい、したっけ？これ1人前ですよってね。ってね。ウェブリサーチだけではたどり着けない素晴らしいお店でした。そしてちゃんと美味しいから驚きだぜ。下がりもうまかったね。ねえ、ラーメン食べてお寿司食べてからの焼肉には爆量すぎたけどペロリンチョでしたね。こういうお店が近所にあるといいな。ねえ、ビールやりたかったね。北見ピーポーが羨ましいぜ。いろいろ食べてみたいお店だね。今年また北見に行くのが楽しみで仕方ねえっす。ねえ、網走の給食カレーも食べたいしね。だ。やっぱこういうお店はゴルフやサーフィンの後に腹ペコで行くのが最高じゃん。で、俺オフを作ってサーフィンできんのかなっていうか、サーフィンするっけ？いや、予想よ予想。思いっきり体を動かした後最高だろうなっていう。予想で語るのは予想なんて。 Jakai no Meshtabi wa. Maji de Mata Tabatai. Udon mo oec Hokkaido des. Otonoshimini. See you soon. この前124センチ帯広が雪降った時にたまたま帯広に
いて、何も知らずに飯食いに行ってね、すっとぼけて、そしたっけもう街中スタックの嵐でそこら中で車が埋まってて、そうそうで道を選ばないとGoogle マップの指示通りに走ったらとてつもないことになる。もう一回車を止めて先の道を見に行って大丈夫そうだなっつって走り出すみたいな、そういうでことごとくお店がやってなくてね、インディアンカレーぐらいはやってるでしょっつってインディアンカレーに行ったら、インディアンカレーの前にそれこそ1メーター20ぐらい雪積もっててね、誰もね、出入りした景色がなかった。やってねえと。でこの支店だけがやってないのかなと思ってわざわざ本部に電話して今日やってる店舗教えてくださいって言ったら、あ、すいません今日全店休業しておりますって言われて、その後もいろいろ電話したけど全部休みで、結局ガストで飯食って帰ってきたっていうね。そうでもスーパーもその日は早じまいだって言ってたよね。もうドラッグストアからなんからもうみんな休みだったよね。唯一第一さんとうん DCM、スーパーと何軒かと、コンビニぐらいで、うん、スタンドもねやってなかったし、スタンドもほとんど閉まってて、でも北海道に住んでてこんなの初めて体いや験した。24時間で124センチはやばすぎるでしょ。人生初ですね。住宅から出てきた軽自動車見て笑ったよね。軽自動車の高さと同じぐらいの雪が屋根に積もってるっていう。倍の高さになっててはい、皆さんの地域では雪大丈夫でしょうかね。まだまだ2月なんでちょっと今年は何が起こるかわからわかんなでないいですね。気をつけなはれやはい気をつけます。ということで、我々今極寒の十勝地方で録音しておりますが、はい、来週札幌に戻り、それから九州へと旅立っていこうと思っております。九州地方の美味しい情報をご存知の方、はい、こちらまでお願いします。あ、九州も雪降ったんちゃった。ねえ、大丈夫かな。冬の日本海フェリーが揺れなきゃいいね。おっかないよ揺れまくりの20時間は地獄だで。ね。怖い、想像しないでこう。酔っ払っちゃえばいいんじゃない。テキーラ持ってった方がいいかもしれない。あかん。ゲーするゲー。酔っ払ったら分かんないよ、きっと揺れてるの。